美味しいです。うち鯛出しなんですけど、もう鯛を大量に入れるっていう感じで。2倍で無料。これ開きます。美味しいです。うまいっすよ。うまい。あ、よかったです。美味しい。本店がラーメン屋やってたんで、普通になんだろう、自家製麺、普通にラーメン出してる。ここも自家製麺ですね。なくなったら僕が打つっていう感じですね。打ってそれどちらで打たれてるんですか？本店が近くにあるんですけど、そっちの方で今そこはこっち人がいなくて、本来はここの店長を誰かに任せて僕は本店でラーメン作ってたんですけど、その今人が足らないから僕がここで店長をやって、向こうは休業中って感じですね。はい、ここは任せてっていう感じで一応2店舗やってる感じだったんですけど、そっちはラーメン屋です。そっちは居酒屋ですけど、分けてやってるとか。そうですね。やっぱ駅前で最初ラーメンもいいかなと思ったんですけど、やっぱ駅前でお酒飲む人多いんで、じゃあもう完全居酒屋に行こうということで、ただラーメンも製麺機とかもあるこういう茹で麺機とかもあるんで。メインとしてはお客さん飲みに来られて締めにラーメン頼む。そうですね。昼は割と定食とかも出してるんで、ラーメン食べたり定食食べたりっていう感じですね。塩と醤油あると思うんですけど、それはなんかどういう経緯で？もともと塩しか出してなかったんですけど、なんかそれでなんだっけ、ラーメンウォーカーで埼玉2位に選ばれて、ラーメンだけっていうお客さんが増えるようになったんで、醤油もじゃあ塩があるなら醤油もやろうかっていう感じで醤油をやってる感じ。
塩のがやっぱり人気なんですか？塩の方が人気です、圧倒的に。はい、塩の方で、はい、そのスープとかこだわられるようなところとかございますか？うち鯛出しなんですけど、もう鯛を大量に入れるっていう感じで、本当なんだろうな、20リッターの水に13、4キロ鯛入れるんで、かなり鯛だと思います。まあ多いと思います。ラーメン屋さんでもここまで入れるところないのかなっていう感じですよ。タイを選んだのはなんかもともと理由があったんですか？もう僕の修行先のラーメン屋さんのところで限定メニューですけど、タイ出してたのが思い出としてあって、でやっぱりなんだろう、最初ここ豚骨ラーメンとかでやってたんですけど、やっぱ飲んだ後に重いっていうことで、じゃあ逆にあっさりでシフトするかと思って、タイ出しのラーメンってないなと思って、この辺ほぼほぼやってるところがなかったんで、本店でその本店でもタイのラーメンってほぼほぼやってなかったんで、じゃあお客さん取り合わないように、じゃあタイでいくかっていうことで分けた感じなんですよね。本店の方はちょっと北方ラーメンっぽい感じの手もみ麺っていう感じでやってたんですけど。で独自で開発されたって感じ？あ、そうです。もうほんと昆布とタイのみっていう感じですね。それが何にも入れてないです。化学調味料も何も入れてないです。はい、だしだけはちゃんと取んなきゃっていうのがあるんで。ラーメン以外で、はい、おすすめだったりこれが人気だとかいうメニューはありますか？昼はやっぱり海鮮丼が人気っすね。一回これがなんだっけ、去年の本当今ぐらい、8月ぐらいになんかヤフーニュースで取り上げられて、でそこからバッと海鮮丼が来るお客さんが増えたって感じですね。海鮮丼はなんか別の他のところと違うような感じ？米 400g に対して魚 450g 入れるっていう、ちょっと多めな1キロいかないぐらいの海鮮丼出したら、まあまあそれが値段の割には美味しいっていうことになったっていう感じです。それでおいくらぐらいなんですか？1490円かな。はい、本マグロも使用してちゃんとやってますんで、なかなか値段的にはいいかな。まあ昼限定でしかやってないんですけど、価格も安めでっていう感じで、僕もいろいろそういう都内よく食べ歩いてたりしてたんで、いろんな海鮮丼食べて、ちょっといいやつはやっぱ2000円すぐ超えちゃう、3000円近くいっちゃうメニューもあるんで、じゃあもう簡素化して盛り付けそんな豪華じゃないけども、映えとかいいから、まあまあ量と値段はコスパがいいようにしようっていったのが主な経緯ですね。はい、ラーメンも、海鮮丼も、魚っていうところはやっぱり一つあるんですかね、特徴として。そうですね、それはあると思います。取り寄せてるんですか？そうですそうですそうです。豊洲からここまで直送で朝締めの魚運んでくれるんですよ。毎朝ですか？そうです、毎朝。まあまあ市場がやってる、市場がやってない水曜日曜以外はここがいいですよね。やっぱ朝締めの魚にこだわってるんで、朝まで生きてた魚を仕入れるようにはしてます。唐揚げの味、下味。
とネギトロ丼定食。だったら大盛り系。うまいっすよ。美味しいです。何の貝ですこれ岩牡蠣ですね。うめっ。鬼押し牛肉ぶっかけの手もみラーメン。少し聞いてまいで。
れもそうですね。肩ロースです。うまい、うまい。あ、よかったです。多分飲みきる。推しで、美味しい。カツオだけだと、うどんだな。煮干しで。ここに特製お湯飯醤油ですね。多分いけちゃうから今日はいいよ。初めてです。美味しいって聞いて。また麺が違うんですよね、通常の麺。これ限定の麺なんです。と何が違うんですか？もう作り方も水分量も違うんですけども、本当50加水率 50% っていうか、ちょっとうどんに近いような感じなんですけど、ラーメンって基本小麦と淡水と水と卵入れたりするところが多いんですけど、もうこれ卵抜いたもう水と小麦と淡水塩のみという打ちたての麺ですね。このままもちもちした食感になる。特製の塩そばのやつと別ってことですか？また全然違う感じですね。麺の縮れ感もとかもう通常できて手もみを加えてから茹でるっていうと、もうこうちょっとね変わったこう面白い感じの食感になる。本店で要はこれが割と人気だったので、これをよく出してるっていう感じなんですけど、ただもう本当やっぱ打ちたてがいいっていう感じなんで、しょっちゅう製麺しないと難しい麺なんで、あんまりねこっちじゃそんなにできないんですけど、製麺室が向こうにあるんで、そこは本店の方は毎朝麺打って打ちたての麺を提供してるんですけど、毎朝大体2日に一遍とかですかね、多めに打って、でもう手もみをして熟成させちゃうっていう。熟成した後に麺縮れさすと今度麺がボロボロになっちゃうので。カキ違かったの？はいはいはい。はい、お願いします。
限定だけに取り寄せた肉で、厚さもこだわって2ミリで引いてくれる。業者さんから取り寄せてる。もちろんそうですね。やっぱ肉は肉屋さん、八百屋は八百屋さんから仕入れた方が、向こうもプロなんで、僕なんかよりか全然詳しいんで、こういう風にしたらとか、厚みだったらじゃあ何ミリで肉引いた方がこういう感じになるんじゃないと教えてくれるんで。じゃあその麺とスープと合うような形で。まあそうですね。どこを完成形に持っていくかって考えながら一応やっていく感じで、それが流行ってるのかなってとこですかね。限定ってどのくらいの期間とか2週間おきぐらいですかね。ラーメンじゃない時もありますし、居酒屋なんでカレーやったりとか、なんか、突発的な限定ができるっていうのがいいところですよね。ぶっ飛びでピンゾロ無料。これ無料これ無料です。ゾロ目が出たら無料なんで、はい。じゃあ乾杯を。すいません、いただきます。いただきます。美味しいです。意外と出ますね、開け方。開けられなかった。最初もそうです。叩いてるもうめちゃくちゃ YouTube 見ながらずっと見てます。あっちでラーメン屋をやりたくて。はい、最初空にしました。ラーメン好き。はい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 。どうもありがとうございます。いいゆえ。はい。どうもありがとうございます。俺が信じてる人が次から言うどうもありがとうございます。まあまあ、もともと変わってから嫌に変わっちゃうじゃんはいはい、そうです。嫌でもでも宮城の方だと間が結構あるんですけど、割とね、洋食の多いですし、何店舗のとか。はい、どうもありがとうございます。ほぼ洋食です。そうなんです。ありがとうございます。ありがとうございます。穏やかだな。みんなだけどねいつもです。やっぱネタ的にまあやっぱほらどうせね、商店の前、新しくできたところですね。昔で言うところなんだっけやってるじゃない人がいるなんか2回ぐらいしか注文しちゃいけないんですよ。1回か2回。ちょこちょこ注文するとめちゃくちゃ怒るっていうので。それは歌詞の言う
番手前の2個に残りするのがね一番